こちらおなじみ今の私のクローゼットなのですが、断捨離を繰り返してすっきりしたはずのこの空間にですね、新たなちょっと大物がやってまいりまして、それがこちらのモッツコートでございまして、いやーちょっとですね、この服一生は言い過ぎかもしれないんですけど、10年くらいは着るなと思って購入したモッツコートなんですよね。このですね、ナイロンの光沢がめちゃめちゃ美しいコートでございまして、というのもですね、私去年かなにモッツコートを実は買っていたんですけども、その時買ったのはコットンのモッツコートで、割ともう少しミリタリーテイストをそぎ落としたようなシンプルな武骨さのあるモッツコートを去年買ったんです。でも着ていくうちにやっぱりちょっと違うかなって思うことが何個かあって、そのモッツコートは手放したんですけど、その要因の一つが生地感だったんですよね。なんか私やっぱりコート系ってどちらかというとロングのものであればあるほど、私光沢のある生地感の方が好きだなみたいなことを思うシーンがよくありまして、で今年はナイロンのモッツコートが欲しいと思っていろいろ見てたら、私の好きな豆でモッツコートが出そうだったので、これはもう絶対実物を見に行って見て納得して買いたいって思ってて、見に行ったわけですよね、このコート。そしたらですね、もうこれ生地を見た瞬間に絶対買うわと思って、試着する前に生地感見た瞬間にこれは買うと思って買ってしまったわけですね。というのも、ナイロンのモッツコートって生地感が結構難しくて、割と最近の主流だとM65、ミリタリー系を削ぎ落として武骨な感じにしたマットな感じのナイロンのモッツコートとかがどうだろう、多いのかな。シャカシャカとか、あとテクニカルとかトレイルとかのもう少し撥水加工とか機能性を追求したナイロンとか、そっちもあると思うんですけど、割とこういうラグジュアリー寄りというのか、モード寄りというのか、そっち系のナイロンのモッツコートってあるんですけど、なかなかドンピシャなものがなくて、というのもそっち系によればよるほど重いとか、別の問題が発生しちゃって、例えばハイブランドとかも探してみたりとかしたんですけど、ハイブランドになれば重いみたいなのがあって、私ね、ちょっとマルジェラとかも一瞬見たんですけど、マルジェラめっちゃ重かったんですよね。というのがあって、割とこういう光沢感のある高密度ナイロンのモッツコートを探せば探すほどディティールが凝ってるから重いものが多くて、なのでレディースだとそのモッツコートを探すのが結構難しくて、そのコートの種類もね、いろいろあるので、トレンチだとかなんだかんだといっぱいあるから、モッツコートドンピシャで探すのが結構難しかったんですけど、今年出会ってしまったのがこのコートですね。ちょっともう数々の、いろんなナイロンの生地のコートを見ながらようやく出会ったのがこれなんですけど、このコートをそのまんま着て、前を止めると割とモード寄りかなと思ってるんですけど、ここを止めてしまってこういう感じですね。割とブカッとした少し大きめのモードライクさがあるかなと思うんですけど、でもこの腰のドローイングですね、ここを絞って着るとまた印象が変わるという、モッツコートだとよくあるデザインだと思うんですけど、やっぱりそこが良くてですね、そうだからモッツコート好きなんですよね。一着で二度おいしいみたいな。寒い時は前を止め、春先は開けてここ腰絞ってちょっとエアリー感というかドレスライクな感じで着るみたいな、こうメリハリというか、ここの腰を絞るとよりナイロンの光沢のメリハリができて美しいなぁと思って、やっぱりね、ナイロンはこの高密度ナイロンが私大好きなんですよね。しかも豆のミリタリー系というか MA1 っぽいフライトジャケットもそうなんですけど、ここの胸のところ、このねベルクロというか
ワッペンの何もついてないデザインが残されていたりとかして、割と最近のミリタリー系って削ぎ落としてミニマムなものが多いと思うんですけど、マメのものってここをデザインとして残されてるものも多くて、なんかでもこれがあるからこそナイロンの光沢感とメリハリがあっていいなと個人的にはなんか思ったりしております。という感じで、ちょっとね、このナイロンのコートは気に入りすぎて、おそらく今年はなかなか着れないんじゃないかなと思っています。もったいなさすぎて、もうなんか完成度が高くてもったいなさすぎて、これちょっと今年もったいなさすぎて着れない可能性があるなと思ってるんですけど、なので、クローゼットでもう作品としてめでるみたいな感じでちょっと過ごしてしまいそうだなと思っていたりするんですけど、いやーでもいいですね。光沢が美しい。いやー、これは間違いないコートですね。今年このコートが割と一番楽しみと言っても過言ではないぐらい楽しみだったので、もう私はラスボスをゲットしたと言っても過言ではないのではないかなと思っておりまして、なのでちょっと記念に動画にしてみました。いやー、このやっぱナイロン、高密度ナイロンってこのスベスベ感がいいんですよね。もう大好き。これからが楽しみですね。じゃじゃん。というわけで本日もティータイムです。私抹茶のお菓子が大好きで定期的に買っちゃうんですけど、1枚だけ持ってきましたけど、さっき4枚食べちゃったんですけどね。今回もね、ちょっと好きなお洋服というか、もう本当にちょっとナイロンの生地がドンピシャで好きすぎて、ちょっとまた喋りの動画にしてみたんですけども、私その洋服の生地とか自分でね作ろうとしたりとかいろいろしてた時期もあるので、洋服の生地とかを見るのも大好きなんですけど、それともう一つ大好きなのがやっぱりこういう造形物。この私ジュエリー好きなんですけど、それと同じぐらい一時期なんかフィギュア見るのも結構好きで、3D 系のねフィギュア見るの結構好きで、だから私意外とガチャガチャとか見るのも好きなんです。ただ物を増やしたくないっていう過程もあって極力やらないようにはしてるんですけど、ちょいちょいやっちゃうわけですね。で、最近出たやつでちょっとどうしても欲しくなったのがあって買っちゃったんですけど、見てください。プレステのミニチュアフィギュア、ちょっともうこれめっちゃ欲しくて買ってきました。私プレステ自体は今のこのお家にないんですけど、コントローラーはめちゃめちゃ使ってて、PC で私ゲームすることが多いので、コントローラーめちゃめちゃ愛用してるんですよ。この PS4 の特にコントローラーが大好きで。でも最近PS5、プレステ5出ちゃったので、コントローラーがね、変わっちゃったんですよね。でも私大好きなのはこっちのコントローラーなんです。なぜなら、持ちやすいから。このフィット感が大好きで、私このコントローラーをずっと使ってたのに、廃盤したのかよくわかんないんですけど、販売されてなくて、これ壊れちゃったらどうしようかなっていうのが、最近の私のプチ悩みなんですけど、どうしよう。結構ね、ここ壊れますからね。ので、ちょっと壊れちゃったらどうしようっていう感じで、怯えながら最近使ってるんですけど。ということで、コントローラーが好きで、コントローラー欲しくて買ってきました。これ、全11種類あるらしいです。私、この手のお菓子買うの、久しぶりというか、割と初めてかもしれない。ガチャガチャとかはよくするんですけどね。開けたいと思います。いやっ。わっあ、これは紙引きしたわ。あ、コントローラーが出ました。めっちゃ可愛い。ちっちゃいコントローラー、めっちゃ可愛いの。可愛い。でもなんか持ち手がちょっと長いですね、このミニチュアコントローラー。いや、そうでもないのか。可愛い。鍵につけようかな。私結構こういうガチャガチャ系のこういうフィギュア、鍵につけるんですよね。ちゃんとボタン、LR のボタンも4つありますね。すごいよくできてる。かわいい。もう一個開けよ
かぶりか。コントローラー結構多いんですかね。これは白ですね。あ、私の一番愛用してる白じゃないですか。私白が一番欲しかったので嬉しい。グレーと白が出ました。かわいい。黒いコントローラーとかもあるのかな。いやーでもなんかちょっといいですね。こういうミニチュア大好き。ということで買ってしまったという話なんですけど、こういうね造形物好きなんですよね。だからジュエリー好きなのかもしれないですけど、ジュエリーとかも制作する時とかに、自分でデザイン画を描いて、その後一旦こう 3D の立体のサンプルみたいなのを作ってもらうんですね。で、前回出来たてほやほやのこの加納結びに星のついたチャーム、私が縁結びをしたくて作ったこのネックレス、これも何回か作り直していて、サイズ感とかこれも作り直してちょっと缶折れちゃったんですけどそうこういう感じでね、ちっちゃいからちょっと確認してる時に缶を折ってしまって、なんかこういう立体で確認しながら、なんか私は今回結び目を再現したかったので、なんかその辺も再現できてるかなとかを何回かね立体で仕上げてもらって確認して、でようやくシルバーで作って完成させるみたいな感じで何回かこうやっぱりこの型を作り直すんですけど、そのやっぱり自分でデザインして描いたやつが 3D で上がってきた、 3D というか立体で上がってきた瞬間にやっぱり一番テンションが上がるわけなんですけど、そう思うと私ね、こういうミニチュア系のフィギュアとか好きなのもなんか通ずるところがあるなと思って、だから最近 3D スキャンを買うか本気で悩んでるんですよね。ただこの部屋に置けないからどうしようと思って、やりたい気持ちは山々なんですけど、これ以上物を増やすわけにはっていうことで買ってないんですけど、でもちょっとやりたい気持ちはあるんですよね。そしたら多分私 FF14 の時期、自分のねキャラクターのフィギュア作りたいですね。それずっと思ってるんですけど。で、これ最近私がもう一個作ろうとしてる長方形のちょっとネックレス兼ピアスにしようかなみたいな感じでやっていたりとか、なんかいろいろしていて、そんなこんなでね、私は割とこのミニチュア系のフィギュアも好きだという感じで、今日はそんな感じで好きなものについて動画をお届けしました。こちらの動画お楽しみいただいておりましたら、チャンネル登録、高評価お待ちしております。そんなこんなでね、一応私このシンプルな空間で過ごしてはいるんですけども、最近ぬいぐるみがちょくちょく増えてしまうので、ちょっとね、この欲しくなってしまう気持ちとどう付き合っていこうか、どう折り合いをつけていこうかっていうのが、なんか最近の私の個人的な課題というか、でもね、まだぬいぐるみもお洋服と同じでコレクションできるスペースはあるので、とはいえ増やしすぎないようにちょっとなんかしていきたいなと思ってるのが最近なんですけど、ちょっとね、なんかポケモンも30周年でなんかいっぱいグッズ出そうで、私買っちゃいそうでやばいんですよねみたいな話もありつつ、ちょっとそこら辺もね、また雑談動画お届けしていきたいなと思っておりますので、またご覧いただけると嬉しいです。で、私のゼロから制作してるジュエリー作品たちは動画が公開されて3日4日ぐらいを目安に受注制作しようかなと思っておりますので、よろしければ概要欄の URL からご覧いただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。